こんにちは、まるみです。今日は薪ストーブを楽しみにソロキャンプに来ました。間違ってた。そうだよね、もっと長かったもんね。オッケー。無事立ちましたが、ここをねセットするの忘れてたので、後ろもこんな感じでしっかり貼れてます。いいね、やっぱりこのねテント使いやすくてめっちゃ好き。でも最近車中泊ばっかでテント立てることにね慣れてなさすぎて、こういう大きい TC テント今汗だくです。今日はこんな感じで泊まります。テントはユージャックのサーペント TC、 テーブルはいつものヨーラーのメッシュテーブルに、チェアは今日ねゴロンと星空を見たいのでユージャックのチェアで、何でもボックスはトランクカーゴで、これ薪入れはダイソーかなんかで買ったやつ。ベントラックスのチェアにコールマンのマットにイスカの寝袋です。これならね今日は多分6度ぐらいだからいけると思います。これ中に煙突が入ってて、順番ねうまくやらないと収納できなくなるから、片付ける時のために写真撮っといた方がね明日楽なので、写真撮るのおすすめします。今日はテントにインセツ使うので、煙突はこんなもんの短さで楽しみます。暗くなってきたのでライトをつけました。久しぶりのねテント立てたりで、のんびりね夏と同じ感覚で準備してたらめっちゃ暗くなっちゃってた。急いでねコーヒー準備してくつろぎます。今日はねマルチグリドルを使う時にいつも輻射熱で爆発に恐れてたので、ついに延長のやつを買いました。まあ外が出してるわけじゃないから自己責任でねこれもやらなきゃいけないんだけど、そしてね今日はマルチグリドル持ってきてないから、そもそもいらんがなっていうまあそうなんだけど、
別に今日使わなくてもいいんだけど、新しく買ったものはねすぐ使いたい派なので。これって洗ってない？もしかしてなんか汚いんだけど。嘘。まあいっか、このまま使っちゃおう。洗ったかな洗ってないかな。ちょっと自分があんまり信じられないので洗ったということにしたい。使い方が、まずこっちは開けておいて、でこっちはガス開けて、よし。なんかガスがちょっと不穏な動きしてるけど大丈夫なのかな。安定しないな。ちょっと心配。なんでや。よいしょ。で火は消して。これ逆か。難しいな、なかなか。寒くなってきたからあったかい飲み物嬉しい。でもコーヒーは体を冷やすからあんまり意味ないのかな。オッケー。これの正式な使い方は、ここを外してここに一旦お湯を入れて、で蓋をして、ここからちょろちょろ出るらしい。あ、出た。これでちょっとずつってことね。確かにこっちの方がやりやすいな、ドリップは。じゃあいただきます。今日のお供、ビスコのいちご。思ったよりね量が少ない。いっか。ちょっとすぐ冷めてぬるくなってきたから、ほんのちょっとだけ温まります。外がね思いのほか寒いので、できるだけテントに近づけました。まああそこだったらよっぽど気をつけてればテントにね火が燃え移ることもなさそうだし、一応煙突はちょっと長めにしました。本当はテントにインしてね使えたらいいんだけど、このフラップ部分から薪スト入れるか、サーカス TCDX 持ってて前はそれにインしてたんですけど、思いのほかねこのサイズでサーカスだと寒くて、あとやっぱテント内に入れるのがちょっと怖いので、こんな感じでテントに入れてる風で楽しみます。今から薪割りをするんですけど、じゃん、くさびフィールドスタイルでね買ってね、購入前に体験させてもらったらめっちゃ簡単にね薪割れたんで、つい買っちゃいました。今日ねめっちゃ残念なことに軍手も革手も忘れちゃって、だからやけどとささくれに気をつけて薪ストーブ楽しみます。あれ、なんか難しいな思ったより。すごい真っ二つ。楽しいし、軍手があれば斧より安全な気がする。ただね、まっすぐ刺さらないとダメだね。どうしよう。木の繊維の向きじゃなくても綺麗に割れる。めっちゃいいじゃんこれ。あれと原理一緒っぽい。なんだっけ、
なんだっけ、キッチンドランカーみたいな名前のやつ、薪き割り場に置いてあるやつ、あんな感じ。前に教えてもらったのは、ちょっと太めな薪を両側に入れて、着火用の細めの薪を真ん中に積む。もっと細くなきゃダメだよな。よいしょ。よし、着火します。よいしょ。最初は空気をいっぱい送った方がいいのかな。中のガラスが汚くてあんまり様子が見えない。綺麗に掃除すればよかった。そろそろご飯を作ります。栗ご飯2合用なので、下のね、朝ごはんでも食べます。お米足りなくなっちゃった。予備持ってこよう。はい、追加。あ、これめっちゃお米の香りする。これもしかして無洗米じゃない？無洗米ではなさそう。まあいっか、ちょっとね、炊事は高いから無洗米だったことにしてそのまま食べます。栗をのせて、よし、このまま吸水させます。今日のメインは芋煮。なんかざっくり切って全部ね、鍋に入れて温めればいいだけなんで。あれ、蓋が入ってなかった。まあアルミホイルとかでね、蓋すればなんとかなるでしょう。まずは里芋、多めに入れちゃおう。ネギもめんどくさいんでハサミで切っちゃいます。あ楽々。牛こまもハサミで切ります。ちょっと食べ過ぎかな。まあいっか、温まるもんね、スープだとね。ごぼう、お水をざっくり入れて、で味付けはめんつゆとこんなもんかな。おお、バチバチいってる。薪ストーブだとバチバチいってもね、怖くないからいいね。開く。お砂糖どんなもんだろう。混ぜて、よいしょ。混
ずご飯、芋煮。これでじっくりコトコトできるのを待ちます。できたかな。火力が足りてないのかな。全然煮えてる感じが一切ない。ガスで沸騰させて煮足し、びっくりした。どうして。あ、こっちが漏れてんのか。あれ、これ漏れてる。危なかった。ここで一回沸騰させて煮立たしてから薪ストーブでじっくりコトコトします。お腹減ったからね、もうさっさと食べたい。冷凍だったお芋はまだ硬いな。ネギもまだ硬いな。オッケーオッケー。あ、めっちゃ美味しい。いいね、早く食べたいな。よし。軍手片方だけ見つけたんだった。あ、炊けてる炊けてる。いい感じじゃん。あやばい。うわ、ショック。おいしい。芯もなく炊けてる。じゃあ、あとは芋煮ができたら完成。よし、煮立った。もう良さそうかな。食べよ。いただきます。お腹減った。ご飯2合はやっぱ多いな。よし、食べよう。ほんとお腹減った。やっと食べれる。今日白髪が1個しかないから、もう芋煮はね、このままダイレクトにいただきます。食べきれるかな。いただきます。芋煮というぐらいなんで、芋から。すごい、ちゃんと中まで火通ってて美味しいし、あったまる。芋煮って自分の中で結構色が濃くて、なんかこってり系の味かなって思ったんだけど、私の味付けが薄いからかちょうどいいのか分かんないけど、すごいね、美味しい。ちょうどいい濃さで食べやすい。栗ご飯。栗ご飯の素めっちゃ美味しいんだよね。栗もっとちゃんと砕けばよかったごちそうさまでした。めっちゃ多いから絶対残す、明日食べようって思ったのに結局食べきっちゃったご飯も半分はね残ってるので明日の朝に回します。美味しかったし料理が楽。結局ガスもちょっと使ったけど、ほぼ薪ストーブの上にね放置しただけだったから満足です。進化しちゃった。ご飯も終わってまったりタイム。
乾杯。美味しい。みかん、ちょっとしたおつまみに。焼きみかんをするとなんか甘さが凝縮するみたいで焼いてきます。もう焦げた。早っ。気をつけよう。あとはピスタチオが今日のおつまみ。豆類めっちゃ好きなんよね。特にピスタチオとカシューナッツ。まあまあでもね、皮だから落ちても問題なし。これ普通に焚き火用トングだった。まあいいか、皮むいちゃうもんね。すごい、ちょっとね、全体的に糖が出てるんかな。ペタペタする。焦げちゃってサクサク音が。これどうやって外せばいいの？熱いよ。すごい湯気出てきてる。言うほど熱くないんで、熱っ。熱かったわ。いただきます。もうちょっとだったな。お風呂ぐらいの温度のみかんができた。もうちょい熱々のが良かったかも。寝袋の中から靴下出てきた。いつのこれ、汚な。ではそろそろ寝ようと思います。今回薪ストーブを使ってやっぱね楽しい。なんかロマンって感じ。あとは焚き火じゃないからバチバチ外る薪でも怖くないし、あとは肌がね全然乾燥しない。直でね浴びるわけじゃないから、火のこと煙みたいなのを。あと匂いもね全然つかずにじんわり温まるし、見ててね綺麗だなって思うし幸せでした。ではおやすみなさーい。おはようございます。めっちゃ壁の結露がやばい。冷た。夜な夜なね車から電気毛布とポタ電を引っ張り出してきたんでぬっくぬくで寝れました。今気温は7度で昨日は最低 3.6 度でした。まあでも氷点下いかなかっただけよかったよかった。朝ごはんを作ります。作るってほどのもんじゃないんだけどね。おにぎりをまず作って、昨日ご飯が柔らかいうちにおにぎりにしとけばよかった。失敗。
特大おにぎり2個でメスティンの蓋で焼きます。 OK。 海苔持ってこればよかった。オッケー。朝揚げ。最初は目玉焼き焼く予定だったんだけど、卵ね普通に忘れてきちゃった。なんか目玉焼き焼こうっていうプラン途中でなくなってた脳内で朝ごはんはお味噌汁と焼きおにぎりです。焼きおにぎり味付けもせずただ焼いただけになっちゃったけど、もともとね栗ご飯なんで美味しいでしょうきっと。いただきます。海苔が欲しかったな。いただきます。美味しい。美味しいけど別に焼いても焼かんでもほぼほぼ味も食感も変わらない。おこげが増えたって感じかな。ごちそうさまでした。朝からお腹いっぱい。チェックアウトまであと3時間近くあるからだいぶのんびりして帰ります。チェックアウト遅いキャンプ場やっぱいいな。スマホ見ながらやったから綺麗に入った。オッケー。
では撤収も終わったので今から帰ります。今回は薪ストーブを去年ね結局使ってないので2年ぶりに使ったんですが、めっちゃ楽しかった。なんか私みたいにビビリな人は無理してテントにインしなくても、テントの前でねこうやってあったかいって楽しむ分にはむしろね肌も乾燥しづらいし匂いもつかないし、人によっては多分焚き火よりも楽しめる気がする。私はね焚き火も好きなんで今後どっちもやるんですけど、焚き火だと風が強い日はちょっとね危なかったりするけど、薪ストーブはちゃんとガイロープでペグったりして固定すれば風がね多少強い日でもね楽しめそうなのでいいですね。薪ストーブなんか今回キャンプ久々薪ストーブでのんびりできてめっちゃ楽しめました。今日は温度がそんなに3度ぐらいで済んだんですけど、今後ねもっと冬になって寒くなったらね薪ストーブが大活躍しそうです。雪中薪ストーブとかねやりたいですね。でもサクッと温まるんだったら石油ストーブのが楽だなっていうのはあるんで、雪中は悩むな。薪ストか石油かっていう感じです。楽しかったんでこれから気をつけて帰ります。では最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。ツイッターとインスタグラムもやってるよ。